缶詰のカットトマトとかで大丈夫です。ほんのちょっと隠し味程度でいいんでしっかり混ぜて、こう傾けた時にね、ソースがこうちょっととろーっと。さてどうも、今回はですねパスタを作っていく回です。何のパスタかと言いますと、トマトとカルボナーラ、このねどっちもきっとね皆さん好きだと思うんですよ。トマトソースをベースにしたパスタと、あとカルボナーラ、いいとこ取りをね一つにしてしまおうなんていうね、そんな贅沢なパスタです。まあそうですね、ネーミングとしてはカルボアラビアータ的な感じなものを作っていきます。アラビアータっていうぐらいなんで、トマトをベースにした方はちょっとピリ辛にしていきます。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ、まずベーコンですね。ベーコンからカットしていきます。カットはそんなにベーコンの食べ応えが欲しいわけじゃないんで、細かくねしておきます。すごい細かくしすぎなくてもまあもちろんいいんですけどね、ただあんまりね大きすぎると味がねできるのに時間がかかっちゃいますから、なんでそういう意味でもね、細かくしておいた方が作業効率が今回はいいかもしれないです。じゃあ次はニンニクはみじん切りです。ニンニクにねみじん切りにするときに切れ込みをねしっかりと入れて細かくしてるのはその時点でね細かくしとかないと、後でどうせねこうたくさんこう叩かなきゃいけなくなるんで、こう叩いてると結局どこが細かくてどこが粗いのかが正確にわからないんですよ、僕の場合は。なんでもう最初の段階でみじん切りにするときは玉ねぎやるみたいに細かくしちゃいますね。お好みでいいと思いますけど。よし、はい、じゃあ、切り出しは終わったんで、この後ですねトマトソース作っていきます。まずはオリーブオイルかんちゃった。で、その次にニンニク、もうベーコンも入れちゃいます。で弱火ですね。ベーコンからうまみを引き出してニンニクの香りを引き立たせるようなイメージですね。で鷹の爪1つまみ、ちょっとピリッとさせるような辛みです。香りでね判断した方がいいんですけど、程よくベーコンも色がついてき始めてて、ニンニクも少しずつねこうきつね色になっているものがね出てきたんで、こうなったらトマトを入れます。トマトは缶詰のカットトマトとかで大丈夫です。ここで塩を少し1つまみ加えておきましょう。軽くねうまみを引き出すような感じで、この後は弱火でじっくりトマトの水分をちょっと煮詰めます。トマトソースをじっくりと煮詰めてる間に、次カルボナーラ用の卵を準備し始めます。で牛乳を、大さじ2ぐらいですかね。いしりもね少々、これねほんのちょっと隠し味程度でいいんで。生クリームでも良かったんですけど、入れる量がほんと少量ですし、卵に火が入ると、十分濃度がつくじゃないですか。だから、今回は牛乳でいいかなと思って、牛乳のちょっとミルキーさをプラスするようなイメージで入れます。それでトマトソースですね、フッ素加工のフライパンだったら全然問題ないんですけど、パスタ用のねフライパンだとあんまりほったらかしにしてると鍋底にこびりついちゃうんで、たまにね様子だけ見てあげて。慣れちゃえばねこれパスタ茹でてる間に全部できちゃうんですけど、慣れてない場合はまず最初にソースのベースとか作ってからパスタ茹でた方がいいと思います。茹でるパスタ、塩はしっかりと効かせて、1% ぐらいですかね。ソース味しっかりしてるんで、あんまりパスタも塩がね効きすぎてるとちょっと味がねだいぶ決まっちゃうんで、必ずね味見た方がいいですね、この茹で汁の味も。で、今回はディチャコです。9分茹でるやつ。トマトもソースの味決まってきたんで、こっちですね卵の方に加えます。ピリ辛でいいなこれ。これもしっかり混ぜて、
でこっちに入れてからはトマトソース作った時にねオイル感がしっかりあるんで、そのオイルと卵これらを乳化させるような感じですね。ここでパスタもこのぐらいになったんで引き上げます。で、湯煎の上でこのまま火入れていきます。さっきのパスタの茹で汁でこのまま火入れていきますね。で、今回はねその湯煎で火を入れていくんですけど、もちろんね慣れてたら全然フライパンで大丈夫です。ただ卵がね入ってるんでどうしても火入れのコントロールって難しいですから、湯煎の方がね失敗はしづらいです。で最初は麺入れた時はね、割とねシャバシャバだったんですけど、このままゆっくりとかき混ぜてるとパスタに、ソースがねいい感じに絡まってくるんですよね。そのあたりが頃合いですね。傾けた時にねソースがちょっととろーっと垂れてくるぐらいで、もしねすごいボソボソになっちゃったっていう場合でも茹で汁足せばちょっとソースっぽく滑らかになるんで、フライパンじゃないからよっぽどのことがない限り卵がねボソボソになることはないので、仕上げパルメザンホイップしてるね卵の中に入れてもいいんですけど、仕上げの方があんまりもったもたになりすぎないような気がするんで、また最後さっくりと合わせる。でチーズが溶けたなーぐらいの感じで OK です。こりゃやべえ。分かっちゃいたけどこれは間違いないですね。トマトの程よい酸味とねチーズ感、あと卵の濃厚さで、それにいていしりがねちょっといいアクセントになってますね。うまみのニンニクもすごいよく効いてるし、これはうまい。というわけで、カルボアラビアータでした。今回はカットトマトを使ったんですけど、フレッシュのトマトだったり、あとはミニトマトなんかも非常に美味しいと思います。なのでねアレンジしてみて参考にしていただけたら幸いです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。